どうも、日本語で喋りましょうの岡野です。このポッドキャストではナチュラルな日本語でいろんなテーマについて話しています。すべてのエピソードの振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトをパトレオンで公開もしています。お刺身のように新鮮で生の日本語を学びたい人はぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。はい。今日は僕が英語をどうやって勉強したかについて話したいと思います。いつもね、ポッドキャストでは僕は日本語で話していますけど、実は英語もそこそこ話せるんです。自分で言うのもおこがましいんですけど、普通に英語でコミュニケーションを取る分にはあまり問題ないし、仕事でもね、よく英語を使っているので、なのでそんな僕から今日はちょっとどうやって英語を勉強したかについてと、勉強する時のコツなんかもちょっと紹介できたらなっていうふうに思います。もちろん基礎の勉強、文法とか単語の勉強っていうのも大事なんですけど、今日はそこじゃなくて他にどんな方法で勉強したかについて話していきます。で、もちろんこれは英語の勉強だけじゃなくて日本語だったり他の言語の勉強の時にも役立つと思うので、ぜひ今日のポッドキャストを参考にしてみてください。で、方法は3つあって、まず1つ目。1つ目におすすめな方法は、映画とかドラマを英語字幕をつけて見ることです。これなんでこの勉強方法がいいかというと、まずシンプルに面白いですよね。映画とかドラマを見るのって面白いので、自分の好きな映画とかドラマとかアニメを使って勉強するのはすごくいいと思います。それから映画とかドラマって実際の日常生活とちょっと違かったりしますよね。普段全然見かけないシチュエーションとかもありますよね。なので普段使わない語彙も勉強できるんですね。そこもすごくいいところだと思います。それからそのキャラクター同士の会話の中で役に立つフレーズとかよく使うフレーズっていうのがあるので、それをそのままメモって自分で話すときにそのまま使うっていうこともできるので、そういう風な使い方で勉強するのがいいと思います。で、なんで英語のテレビとか映画を英語の字幕をつけてみるかというと、日本語の字幕があったらそのまま日本語を読んじゃうんですよね。なのであんまり勉強にならないけど、英語を聞いて英語を読みながら見ると、その日本語字幕で見るときよりちょっと英語に触れられる時間が長くなるので、もし日本語を勉強してるんだったらね、日本語字幕で日本の映画とかドラマとかアニメを見るのがすごいいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、それから2つ目の方法です。2つ目はオンラインで友達を作ることです。で、なんでこれがいいかっていうと、多分皆さんも同じ悩みがあると思います。もちろん僕は日本に住んでいたので、自分の身の回りに英語を話せる外国人の友達がいなかったんですね。なので、英語を話す機会が全然なかったんですね。なので、オンラインで同じ趣味の友達を探して、その友達と自分の好きなことについて英語で話す。これはすごく役に立ちました。さっきね、映画とかドラマでは普段使わない語彙が学べるって言いましたけど、やっぱりこういう友達と話すときは日常会話が学べるので、これはすごく良かったと思います。それから一人で勉強するのって結構辛いですよね。大変ですよね。なので友達がいることによってモチベーションが保てたと思います。友達とやっぱり話したい、友達と深い話をしたいので、それが理由で英語を頑張ろうっていうふうに思いました。なので特にね、自分の好きな趣味があるっていう人は同じ趣味の友達、今ってオンラインでいろんな人とつながれますよね。なので同じ趣味の人を見つけて、
で、例えば日本語皆さん勉強してると思うので、日本語でその人と例えば電話したり、メッセージしたりすると、ね、今日本に住んでいない人は日本語を勉強するの難しいと思うので、そこで日常会話とかも学べると思います。それから次ですね、3つ目。これは独り言です。独り言っていうのは自分が一人でいるときにただ自分に向かって話すことです。これちょっと変な方法かなっていうふうに思うんですけど、実はね、これが一番役に立ったんじゃないかなって思います。どうやってこの独り言をするかというと、例えば朝起きて、じゃあ今日大学の授業がありますとか、今日歯医者に行く予定があります。友達に会います。で、一日の予定がありますよね。それを全部僕は英語で言えるかどうか試してました。自分にチャレンジしてました。で、その一日が終わったら、じゃあ今日何をしたかっていうのをまた英語で話します。例えば今日授業に来ましたとか、今日は友達とカフェに行きました。楽しかったです。次はこんなところ行きたいです。みたいな感じで、英語を自分で使う機会をどんどん増やしていったんですね。さっきもちょっと言いましたけど、その国に住んでないと、その言語を使う機会って自分の国ではなかなかないですよね。それから身の回りに、例えば日本人の友達がいなかったら日本語を勉強するのは難しいし、身の回りに英語を話せる人がいなかったら英語を話すのもちょっと練習するのが難しいと思うんですけど、独り言だったら、例えば夜お風呂に入っている時とか、例えば運転している時、車を運転している時とか、例えば自分の家から公園に行く時とか、駅に行く時とか、自分がやりたい時にいつでも練習できますよね。勉強って言ったら、なんか皆さん机に座って教科書を開いて勉強しなきゃっていうふうに思ってる人が多いと思うんですけど、やっぱりその勉強の時間っていうのはできるだけ増やしたいですよね。で、椅子に座って勉強できる時間って実際、学生もそうですけど、働いてる人とかってなかなかそんなに時間作れないですよね。なので、空いてる5分とか10分の間にできるだけ勉強をしたいので、この独り言、もう何も必要ないですから、準備もしなくて、もうその場ですぐ自分の言いたいことを言って、もちろんね、携帯とかスマホを使って言いたいことを調べてもいいんですけど、それさえあればもう一人で練習できる。教科書がなくても、机がなくても、ペンがなくても練習できるので、これはすごいおすすめです。で、やっぱりその言語を勉強していても、書いたり読んだりっていうのはすごいすると思うんですけど、話す機会を作るっていうのが一番難しいと僕は思ってて、で、独り言だったらこの話す機会も毎日作れますよね。やっぱり言語の練習って時間がかかりますよね。なので時間がかかるからこそ日常生活に勉強を取り入れるのがすごい大事だと思います。言語の勉強ってね、楽しいことだけじゃなくて地味でつまらないこともたくさんありますよね。でもだからこそこうやってモチベーションを保つための勉強っていうのがすごい大事だと思います。ということで今日は英語の勉強方法について話してみました。皆さんはどんな方法で普段勉強してますか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージ送ってください。それでは皆さん、さようなら。